今回はイラストレーターの AI を使って精度の高いロゴを作る流れとその時に必要なものを紹介していきます。こんにちは、専門学校講師のいられさんです。ロゴやデザインって悩み始めるとキリがないんですよね。1+1 は2みたいな正解がないから悩み始めたら最後沼ります。だから AI に丸投げしてみたことありませんか？でも実は丸投げするだけではうまくいかないんです。精度を上げるにはとあるものが必要になるんですが、この動画でそれを紹介していきたいと思います。それを使うとこんな感じで精度の高いロゴが作れるようになります。今回の動画の構成は次の3つです。普通に作った場合、コツを知った場合、さらにレベルを上げるためには、この流れで段階的にレベルアップしていくことができます。AI をうまく使いたいという人はぜひ動画と一緒に試してみてください。このチャンネルでは楽しく分かりやすくをモットーにデザイナー、クリエイター、センスを磨きたい人のために情報を発信しています。続けて見ているうちにスキルアップするはずです。役に立つ情報だなと思ったら友達や SNS などに拡散をお願いいたします。高評価とともにぜひポチッとお願いします。最初はまず何も考えずにシンプルに作成してみます。要するにコツなしのノープラン方式で作成していく形です。初心者の方は最初はこうやって作っていくんだなくらいの気持ちで見てもらえたら OK です。ではやってみます。まずは参考にする猫の画像を用意します。こんな感じの猫の画像ですね。猫の画像はロックして触れなくしておきます。イラストレーターに配置したらブラシツールで簡単にトレースしていきます。これ今ペンタブレットも使わずにマウスで描いています。初心者の人がやろうとすると多分こんな感じになるんじゃないかなというくらいですかね。ここで大切なのは線が綺麗かイラストが上手かというところよりも横向きの猫が座っているというシルエットが大事な要素になるかと思います。で、これをイラストレーター上でロゴにしようとしたらオブジェクトの生成塗りつぶし、こちらになります。要するにこれがいられの AI です。で、こちらで猫ロゴと入力してみましょうか。そうするとどうなるでしょう。で、生成するとこんな形になります。まあそのまんまって感じですね。正直いまいちだと思います。これでロゴができました OK とはさすがに言いにくいですよね。で、多分多くの人がこの辺で諦めると思うんですが、ここで諦めるのはもったいないです。ちょっとしたコツを使うだけでレベルが1段上がるので、次のやり方でコツありバージョンやってみましょう。で、次はコツありバージョンです。そのコツというのがラフをもう少し丁寧に書き込むということです。例えば顔があってこの辺ざっと描いていく形は変わらないんですけれども、例えばこの辺ですね。こういった形で区切りが見えますでしょうか。こういった形で線があるの見えるでしょうか。こういった形でですね、少し書き込みを増やしてあげるとより精度の高いロゴが出来上がってきやすいということなんですね。こんな感じで書いてみました。それでもマウスで書いてますし、さらっと書き終わったかなっていうぐらいで出来上がっています。で、先ほどと同じく生成塗りつぶしをしていきます。プロンプトでも工夫があるとよりロゴらしくなっていきます。例えばここにある効果の設定です。幾何学だったりミニマリズムだったり、この辺を設定してあげると綺麗にいきやすいです。カラーとトーンも鮮やかなカラー、生成したいものに大きな丸でできた猫、こんな感じでプロンプト生成してあげるとよりロゴらしいのが出来上がってくるはずなんですが、どうでしょう。はい、先ほどよりだいぶ雰囲気は良くなりましたが、
こんな感じですかね。なるほど。これなんかはまあ結構面白い感じにはなっているような気がします。さらにちょっとシェイプの強度、これどこまで忠実に線を再現するかなんですが、そこら辺もいじってあげるともうちょっといいのかなっていう気もします。この高い方が線に忠実、こっちの方が線を無視するというイメージなんですが、あまり線に忠実じゃなく少し AI に自由さを出してあげるようなイメージでシェイプの強度を下げてみました。そうするとどうでしょう。こんな感じになりました。まあ、これなんかは私のイメージに近いというか惜しい感じはあるんですが、って感じですね。納得はまだいっていないんですが、最初のものと比べればよくはなってきているかなというふうに思います。でも実はまだこの先にもう一段階レベルを上げる要素があるんです。今度はそれをやってみたいと思います。で、さらにクオリティを上げたいときは、ラフの書き込みをさらに増やしていきます。もっと丁寧にしてあげるっていうことですね。具体的には、今までやってきたことに加えて、さらに模様をイメージして書き込みを増やしていきます。ブラシでさらっと書いていきますが、もう少し丁寧に書いていきますと、この辺に幾何学的な模様の入り方を指示してあげるようなイメージで、さらに書き込みを増やしていきます。この辺はもはやフィーリングですね。私だったらこんな感じで線が増えてくれたらそれなりの形に見えるかなというところでやっていっていますということで、こちらでやってみたいと思います。オブジェクトの生成塗りつぶし、先ほどと同じ状態ですね。それでさらに書き込みを増やした状態でいきますが、そうするとどうなるでしょう。なかなかグラフィカルな感じになったんじゃないでしょうか。よりロゴらしくなった感じはしますよね。これまでラフをどんどん書き込んでいくことをやってきたわけですが、その精度が上がれば上がるほど AI での出力も良くなっていくという法則があるようです。つまりもっと書き込んだりパスを整えていったりすると、より精度が上がっていくってことですよね。もっとやっていこうと思います。そうするとどうなるでしょう。ということで、ここまで書き込みを増やした後で生成 AI を使うと、このぐらいの出力になります。どうでしょう。最初の出力に比べたらだいぶ変わったと思いませんか。バリエーションの出力もいくつか試してみましたが、平均レベルは高いように感じられます。つまりこれはこういうことです。最初はラフも適当でしたが、少しずつ書き込みを増やしていくことでロゴの精度がどんどんとアップしていくのが分かりますよね。結局のところ、現時点では使う人のデザイン力が必要で、デザイン力があればあるほど AI もそれに応えてくれるということです。つまり今回の動画で分かる通り、 AI でしっかりとしたロゴを作れる人間というのは、しっかりとした感性が備わっていて、デザインの知識があって、それを編集する力があって、そういった基本的なスキルを持っている人が結局は AI でもうまくロゴを作ることができるということになります。適当なラフなら適当な出力に、丁寧なラフなら丁寧な出力になるわけなんですが、これはチャット GPT などでも同じ現象が起こります。適当なプロンプトとしっかりと状況を説明した上でのプロンプト、どちらが精度の高い答えが返ってくるかといったら、当然後者なわけで、 AI は入力の精度によってその出力の精度も変わってきます。だから今回のようなラフ絵での入力でも、指示する側のイメージの精度が高いほど出力の精度も高くなるということなんですよね。これは AI に良い結果を出させるためには適切なプロンプトの設計が不可欠ということです。単なる技術ではなく、ロゴデザインのセンスと論理を言語化する作業そのもので、デザインの上流工程のスキルと言えます。優れたデザイナーほど丁寧な図解や的確な言葉で指示ができるため、結果として AI から引き出せる力が強くなるということなんです。
この動画の結果だけではなく、いろいろな調査をした上でもこの結果が出ています。ということで AI 時代でもデザインスキルや知識の重要性は全く薄れていません。むしろ AI を使いこなすためには従来以上に高い総合力が要求されているという結論にたどり着きます。なんて言うんでしょう、こういうクリエイティブな仕事は AI にとって代わられるみたいなことをよく聞いたりしますよね。それは教えている私もそうですし、一生懸命学んでいる皆さんもそうだと思うんですけれど、ちょっと不安な気持ちになったりするじゃないですか。でも実際こうやってやってみると、学んだ知識やスキルはまだ無駄にならない、努力した人が肯定される内容になったかなっていうのがそれが本当に良かったなと、いい動画になったなって個人的には思ってます。楽したかった側の人にとっては残念な内容だったかもしれません。あなたはこの結果どう思いましたか？ぜひコメント欄で教えてください。熱く激しい感想待ってます。ということで、正しい知識や基本スキルはまだまだ必要という結果になりましたが、素早くいられの操作や知識を身につけたいという方は、私の本気の有料講座もおすすめです。30代、40代、50代の方の受講も多く、昔いられを使っていたんだけれども、基礎から学び直したいっていう方も多いようです。AI を使う側の知識として受講してみるのはいかがでしょうか。また、いられの本も発売中です。どちらも YouTube では取り扱っていない内容ですんで、気になる方は概要欄のリンクからチェックしてみてください。今回の動画が参考になった方はチャンネル登録、高評価してもらえると嬉しいです。私は YouTube の他に X、ブログ、TikTok もやっています。こちらの方もぜひよろしくお願いいたします。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また別の動画でお会いいたしましょう。ではまた。